本では毎年多くの若い女性が AV 女優としてデビューしていますが、旦那と子供がいながら AV 業界に入っていく女性は珍しいです。そこで今回はこちらの女性に AV 業界に入ったきっかけなどについて聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。今回このような機会ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お名前と年齢を教えていただけますか？はい、アリサと言います。年齢は37歳です。に見えないですね。本当ですか？その仕事をする前です、は何をされて？コロナで日本に帰ってくる前まではポーカープロという仕事をしていました。ラスベガスとマカオが中心ですね。ダメな時期も何回かあったんですけど、なんとか生活をできるぐらいには大丈夫でしたね。そこから関連しない。そうですね。関連性は全くないですね。日本でも田舎に移住してゆっくり暮らしてたんですけど、多分平穏な暮らしがちょっと刺激がなさすぎて、偶然広告を見つけたっていうのがきっかけなんですけど、マジックミラー号オーディションの広告を見つけた時はすぐに応募しました。なかなか挑戦できることじゃないから、このタイミングを逃しちゃいけないっていうのは思ってたので、昔から興味は何度かやってみたいなって思ったタイミングはあったんですけど、やっぱり子供がいるとかいろんな理由で、やってみたいけど無理だろうなっていうところで終わってたんですよね、今までは。SNS での投票だったんですけど、得票数が2位だったって聞いてびっくりしましたね。8人ファイナリストの方いたんですけど、全員20代前半なんですよ。私だけ1人だけ37って書いてあって、インパクトがやばいなって、なんで1人だけこんなおばさんいるんだろうって思われるんだろうなって。逆にその年の人が1人もいなかったことにより、あれですかね、熟女好きの方の票が集中したとかですかね。30代になったらもう AV 女優はできないと思ってたんですけど、でも意外と需要があるんだなっていうことにびっくりしました。自分がその女性としてもうおばさんだしなっていう気持ちがずっとあったので、もうどんどん終わってきてるんじゃないかっていう意識が自分の中にずっとあったので、それだけの人が見たいと、私の AV を見たいと思って投票してくれるっていうことはめっちゃ嬉しかったですね。そのチャンスをもらったんで、絶対に AV 出たいと思いました。お子さんいて旦那さんいて、すごい結構ためらってしまうんじゃないかなと思ってしまうんですけど、どうですかね、家族のことはやっぱり気になりましたか？家族のことは気になりましたね。旦那は割と、考え方がちょっと、普通と違う、感情よりも合理的主義みたいな感じなので、私がやりたい理由を話せば、理解はしてくれると思ったんですけど、息子はやっぱり学校でのこととかも、同級生に知られたらとか、同級生のお母さんに知られたらとかっていうこととかはいろいろあったので、そこはちょっと悩むことはありましたね。それでもやっぱり行くって決めたのは、私の人生はこの私の人生であって、息子には息子の人生が、やっぱり私も一度しかない人生だから自分のやりたいことを母親だけどやりたいっていう風に思って、その部分は、まだ息子には話してないんですけど、こんな感じで理解してもらおうかなって思ってます。そうですね、言わなかったです。最初は出る前だと万が一反対された時に辞めなきゃいけないじゃないですか。出た後だったら辞めることはもうできないから、ちょっと事後報告してみました。実際行ってみたら思ってたよりもさらに大丈夫な感じでしたね。私はもうちょっと怒ったりとかはするかなとは思ってたんですけど、全然想定してた答えとは違って楽しそうだったから応援するよっていう感じだったので。まだ息子さんには言ってないってことですか？はい、言ってないです。これは自分の中でいつ言おうかなっていうタイミングを考えてるんですか？もう近いうちに言おうかなって思っていて、理由としては結構メディア露出が増えてきているっていうので、先に気づいてしまうよりかは言っといた方がいいなっていう理由で、今どうやって伝えるかをちょっと最終段階考えてそのぐらいの感じに。私の息子との関係的にそんなんだったらもう嫌いみたいな感じに
なることはないと思うんですけど、びっくりはするけど受け入れてくれる。うちの家族は、普通に家族なんですけど、3人が3人とも、やりたいことをやるっていうのとか、あとはお互いにそんなに干渉しすぎないっていう、3人でルームシェアしてるみたいな感覚になる時もあるんですよ。それぐらい自由な感じでやってるので、3人とも結構趣味を持っているので、それを尊重するというか、で、一緒にできるところは一緒にやろうみたいな感じ。犬を飼ってるので、犬のドッグランに連れて行くとか、そういうのはみんな犬の喜ぶところが見たいから、そういうのは一緒にできるんですけど、それ以外、自分の好きな趣味を、やりたいようにやればいいんじゃないっていう感じの答えが返ってくるって思ってるんですよね。ご主人とレスな状態。あ、そうですね。それはやっぱり結婚生活長くなって国津でしょうがない。そうですね。なんかもう旦那とは、そのセックスを楽しむってよりかは、もう本当に一緒に暮らしてる仲間みたいな家族っていう感じなので、したいっていうことを、たまに言ってくることもありますね。私も、いいよ、やろうよみたいな感じなんですけど、その回数が結構減ってきてるかなっていう。やっぱお互いにちょっと忙しかったりとかすると、そういうタイミングもかなり減ってくるので、その部分は多少不満はありましたね。だからといって仲が悪くなってるわけではないので、いいのかなっていう。初めての撮影って全然わからないことだらけじゃないですか。はい、そうです。最初はカメラが何台か撮られてるのも気になるしっていう感じだったんですけど、あと男優さんも今初めて会った人がいきなり近づいてくるみたいな感じだったんですけど、途中からは男優さんのテクニックが結構やっぱすごかったっていうのもありますし、旦那以外の人とセックスするっていうことがすごく久しぶりだったので新鮮だったし、途中からはカメラがあることをあんまり意識していなかったんですけど、カメラに気づいてもその撮られてるっていうことでまたさらに興奮する感じになりました。昔からその性への興味っていうのは、はい、自分としては結構強かった方だ。10代の頃すごい興味ありましたね。もうなんか結構そのことばかり考えてましたね。積極的に男をゲットするみたいな、その感じ。そうですね。回数は多かったですね。めっちゃ多かったと思います。なんかやっぱ若い時ってできる場所だったらどこでもしてたっていうのが結構でもやれる場所をずっと探してたみたいな神社もありますね。それ多分帰り道に神社があって神社でしたりとか、彼の家の玄関とかうちの玄関もあるんですけど、なんでその時玄関でやったのかわかんないんですけど、2回とも目撃、普通にお母さん帰ってきた目撃されたんですけど、我慢できないみたいな。多分そういうことだったんですよね。私なんで玄関でやってたんだろうなって思い出して。で観覧車出ましたね。観覧車も、はい。それどういうことですか、観覧車ですって。観覧車はそこの観覧車遊園地とかじゃなくて、だからあんまり人乗ってないんですよ。だからあんまり人乗ってないからここは行けるんじゃないかって思って観覧車の中でやろうよっていう、乗って始まったんじゃなくてやろうと思って乗った。もう行く前からある程度準備してる。そうです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 。あそこは行けるんじゃないみたいな感じで。オナニーもすごい好きなんですよ私。いろんな道具持ってるんですけど道具を買うお金がない若いうちは野菜が一番手頃でしたね人参とか結構硬い感じのものですか？一番いいのは細いナスなんですけど、ナスの柔らかさはめちゃくちゃちょうどいいですね。人参だとちょっと硬すぎるのと、あと形が変わらないっていうのがなんかあんまり。ナスは結構自由自在に動くんですよねそれナスをそれをするために買うんですか？いや、一番最初にその野菜でのオナニーを覚えたのは中学校ぐらいだったんで、普通に冷蔵庫の中にあるのを使って戻してってもう洗って戻して夜ご飯のおかずになるみたいな。中学校高校時代は本当に野菜とシャワーがメインでオナニーのその時から結構 AV 業界、性業界で働く思ってましたね。若い時から普通だったら起きないような設定とかが多いじゃないですか AV って。それを体験してみたいっていうのも昔から思ってました。でもそれでもいかなかったその時は。そうですっていうのはね。他にしたいことが。結婚する前は応募してもよかったんですけど、それは多分その時にやりたいことが他にあっ
って結婚して子供を産んだ後の方がやりたいと思ったんですけど、やっぱりその時は、結婚してるし子供もまだ小さいし東京になんてそんなに行けないしっていうようなことで躊躇してましたね。結婚されたのは結構早かった。22歳です。結構早いですね。当時キャバクラで働いていた時のお客さんなんですけど、それまで私どちらかといえば結構攻撃力高めの激しいイケイケの人と付き合うことが多かったので、私生活もやっぱり揉め事とかすごい喧嘩をよくするとかたくさんあったんですけど、今の旦那に会った時は真逆すぎてすごく温厚で優しそうな感じで、あと考え方が合理的っていうところで全然喧嘩にならなさそうだなっていうのを思って、私が一目惚れして猛アタックしました。でもいろんな人とできなくなるわけじゃないですか。そうですね。それはもう大丈夫だ。そうですね。その時はそれでいいと思いましたね。それで22歳で、はい。でお子さんすぐ生まれた。そうですね。すぐ生まれました。で今高校生。そうです。高校1年生になりました。結構仲いい感じですか？仲はいいと思いますね。ちょっと普通の感じとは違うかもしれないんですけど、どっちかって言えば友達に近い感じですかね。その性の話とか結構されるんですか？息子からしてくる時がありますね。コンドームってどこで買うのって聞かれた時はちょっとびっくりしましたね。いやもうそういう時期ですよね。そうですよね。めちゃくちゃ多分性に興味があって、実際に多分エロい息子はどっちかっていうと二次元が好きなので、アニメキャラのエロいのとかを見てるのも見たことがあるんですよ。多分もうすぐ言われるってことなんですけど、はい、息子さんが見るかもしれないじゃないですか。それは全然大丈夫ですか？そうですね、大丈夫ですね。もし見たとしたら感想を聞きたいですね。一緒に、家族みんなで一緒に見るみたいな。感想を言い合うみたいな。結構私の性癖的に凌辱系とかレイプとかそういうのが好きなので、なかなかそれ難しいですよね。実際にやろうと思ったらそれを言ってやっぱ惹かれたらどうしようって考えると思うんで、もうすぐ出る3作目に風俗体験っていうのをやったんですけど、その中でも SM のプレイ、相手の男優さんベテランの方で私が NG ないって言ったら、じゃあ激しめにやっちゃっていいんだねみたいな。それでもちょっと私はゆるい感じで来るんだろうなって思ってたら本当に激しくて、でもそれが結構良かったですね。結構激しい。結構激しかったですね。乳首が取れるんじゃないかと思うぐらいで伸ばされたりしました。乳首を思いっきり引っ張られて、そういうプレーを今までしたことがなかったのでかなり楽しかったですね。すごく女優としての仕事が楽しいので、お仕事をもらえるならもらえるだけ続けたいなって今思ってます。いろんな作品に出て、おばあちゃんになった時とかもすごい昔話が楽しくできるだろうなって思って、ポーカープロって全然化粧しなかったんですよ。 AV の出演が決まってから見た目をやっぱりすごく気にするようになったので、化粧を覚えたり化粧品買ったり服もそうですしトレーニングも行ったりとかして見た目がすごく綺麗になったんじゃないかなって自分でオーディションで選んでもらえたっていうので自分に自信がついて、性格がもともと前向きで明るかったんですけど、さらにそうなったんじゃないのかなって思うようにはなりました。家族の方気づかれるんじゃないですか？それ。いやだから本当に結構何かはおかしいっていうのは気づいてたらしいんですよね。ただ浮気してるって思ってたらしいですけど浮気じゃなかったんだっていうのは言ってましたね。のび太チャンネルをご覧の皆様、私の回を見てくれてありがとうございます。私の AV をぜひ見ていただきたいんですけれども、見どころとしましては若い女の子には出せない、熟女の色気とあとはテクニックをぜひ見ていただけたらなと思います。ぜひ見てください。